こんにちは、こんばんは。はるけです。今回はミッドフィルダー選手ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回もですね、新イベントの選手を新しく追加をして更新をしました。それでは早速紹介をしていきます。こちらがですね、最新版のミッドフィルダー選手のティアリストになってます。今週はですね、ブンデスの TOTS 選手、そしてリーグワンのね、TOT 選手を主に、追加をしてます。まずは D ですね。D はですね、こちら新選手としては TOTS のヘルテルを入れてます。また下げた選手としては CM のグリマルドだったりとか、あとはファンタジー FC ヒーローのマスチェラーノだったりとか、バーサスのカマビンガ、あとはサンダーサラクフェキル、ここら辺を下げてます。新選手ヘルテルに関してはですね、やっぱり冷静さの低さっていうのが大きく影響をしますね。もちろんドリブル軽かったりとか持ちやすい選手ではあるんですけど、やっぱプレスかけられた時にちょっと遅くなってしまったりとかもたついてしまったりっていうのはありますね。でどちらかというとやっぱ攻撃的な中盤の選手だと思うんですけれども、やっぱ決定力もその冷静さの低さのせいで決まらないっていうことも全然ある選手ですね。で守備に関しては、インターセプトできなかったらもう厳しいっていう風な感じですかね。フィジカルはそこまで強い選手ではないですし、タックルもねあんまりできない選手になってしまうんで、あまりちょっとこう S の選手としてはできることが少ないという風な選手になってしまいますね。そして続いては C ですね。C はですね、こちらも新選手入れてますね。TOTS のスモディクスですね。この選手を追加をしています。まだ前回からだと、バーサスファイアですかね。のフィルミーノだったりとか、フューチャースターアイコンのジェラード、ライカールと、あとはセードルフ。ここら辺の選手も下げてますし、ゴラッソのランパードも下げてます。で、あとはフューチャースタープティも下げてますし、RTTF ですかね、グエンドゥージなんかもちょっと C に、下げてます。新選手スモディクスに関してはですね、ペースがね99っていうのは素晴らしいです。でラピッドのプラスもついてるんで、抜け出せれば、しっかり置いていけるスピードっていうのは持ってますね。ただこの人もやっぱり冷静さがちょっと低かったりとかは、しますし、やっぱ能力がね結構いいだけに、高ければ冷静さがね87、8は最低、あってほしかったなという風な選手ですね。決定力ももう少し欲しいんで、やっぱチャンスメイクは十分できるっていう風なことですね。ただどうしてもこうスタメンには入らない、スタメンでもうちょっといい選手はいるかなっていう風な感じにはなりますんで、個人的にはちょっと惜しかった、選手にはなりますね。スタミナも99あるんで、本当冷静さだったりとか、あとは決定力の部分だったりとか、が良ければもう少しね強かったかなと思いますね。そして続いては B ですね。B はですね、こちら新選手は多く入れてます。TOTS のレースメル、そしてフラッシュバックですかね、のシソコだったり、TOTS のゴロビンだったりとか、あとはジャカですね。で、あとは一幕できましたザカリア。これの選手を B ということにしてます。また前回からだとバースデーの風見ろだったりとか、あとはソボスライですかね、92にアップグレードされたんですけれども、ちょっと下げて、ます。またバースデーアイコンですかねのシュバインシュタイガー、この3選手かな、主に下げてます。まずは新選手としてはレースメルですね。レースメルに関しては十分スタメン級の力はありますし、使いこなせる人はね全然いいと思いますね。ドリブルがねちょっと重たいので、そこだけ気をつければ十分攻守にわたって動けるという風な選手になってますね。個人的にはペースもね91あるっていうのは素晴らしいですし、意外とこうデカめで、速くて本当攻守万能っていう風な感じですね。個人的にはロングスローのプラスが何か違うのに変わっていればなお良かったかなと思いますね。そして続いてはフラッシュバックシソコですね。シソコはねちょっと迷った部分はありますね。A に入れようかどうかとも考えたんですけれども、やっぱ全ての中盤の選手の中でいくとA ランクのボランチの選手の方がやっぱり強い、強さを感じさせてくれますんで、少しちょっと悩みながらではありましたけど B ランクということにしました。守備戦の選手として守備だけを求めるのであれば普通にいいです。全然いい
よくカットしてくれるなっていうのは、やっぱりインターセプトのプラスがね、あるんで、ありがたいですし、またフィジカルもね、強くって、あそこゴリッといってくれるかっていうシーンもあるんで、ほんと守備に関しては素晴らしいですね。ただ、ビルドアップが特段長けているかと言われると、そこまでではないですし、現環境ね、守備はもちろんですけど、それにプラスアルファで、ビルドアップもしっかりできたりとか、する選手が多い中でいくと、個人的にはもうちょっと、ビルドアップ能力は欲しかったなと思いますね。特にこのスライディングのプラスがロングパスのプラスとかだったら良かったですし、そうじゃなかったとしたらもっと守備に割り振って予測のプラスとかだったら良かった。なのでこの人も全然スタメンに入っててもおかしくはないんですけれども、もっと強いそこにできたんじゃないかなと思いますね。そして続いてはゴロビンですね。TOTS ゴロビン。この人はね、めちゃくちゃコスパはいいと思いますね。ベルシルだったりとか、あとロシツキだったりとかに似たような使用感になりますね。個人的にはそう思いました。で、やっぱりテクニカルのプラスっていうのは使っていった方が、いいですし、やっぱり軽さっていうのがありますんで、使いやすい選手ではありますね。なので、モナコだったりとか、ロシアっていうのは少し難しいケミになるんですけれども、合わせることができるのであれば、非常にコスパな選手になりますね。フィジカルこそないですけれども、守備っていうのもしっかりできる選手になりますんで、3シムの一角としては非常に優秀で、シュートもね、結構上手い選手になりますし、パスもね、出せるんで、結構いい選手、普通にスタメン級にはなりますね。そして続いてはジャカですね。ジャカもね、非常に強化をされた選手かなと思います。S でね。ただ個人的にもうちょっとペースがあればっていうのは思いますね。あとはシュート決定力ももうちょっとあったらなっていうのは、思いますね。で、やっぱりね、守備に関しては普通にできるようになってますし、予測のプラスがついたことで、ちゃんと取り切る場面っていうのは増えてるのかなと思います。で、やっぱりパスめちゃうまいですね。ジャカからのフラするっていうのも少し通りやすいのかなというふうにも思いますんで、パスを散らしながらですね、守備をするっていう風な選手としては、いいのかなと思いますね。そして続いてはザカリアですね。一幕で登場をしました。この人もめちゃくちゃコスパはいいです。かなりね、値段以上の強さはありますね。それこそリーグワンで言うと、さっきのシソコ、フラッシュバック。それに結構近しい、使用感にはなりますかね。ただザカリアはシソコ以上にちょっと重めな選手なんで、そこのドリブルが結構ね、人によっては重って思う人は、いますね。なんで細かいところで無理が効くっていうタイプではないですね。なのでこの人もやっぱ守備戦というか守備をしながら、近い人に渡してパスを供給してもらうっていう風な感じになりますね。決定力ね、高いんで、やっぱ前線に上げたいんですけど、結構重たいんで、決定力があるだけに少し残念な、部分ではありますね。ただペースはね、90まで行きましたし、予測のプラスもついてますんで、カウンターの場面でしっかり取り切って運んでいくってことはできるっていう風な感じですね。個人的にこの人もね、ロングスローのプラスはあんまりいらないかな。ここが、てか予測以外かな。スライディングのプラスとロングスローのプラス。ここが何か違うものに変わっていたらめちゃくちゃ良かったですね。そして続いては A ですね。A はですね、こちらも新選手何名か入れてますね。TOTS 一幕できましたロイス、そして TOTS シャビ・シモンズ、また目標で、来てましたね。ミリンコビッチ・サビッチ、そして一幕のブスケツ、トゥラム、そしてチェルキですかね。これの選手を新しく追加をしています。また前回からだと Y アイコンのマテウスですかねを少し下げてます。またライブのね TOTS のロフタチークに関しては今後93になる予定になってます。まずは新選手一幕のロイスですね。ロイスかなり強くなりましたし、もしかすると今作で S のロイスっていうのは終わりになるかもしれないっていう風な選手になりますね。かなり強化をされましてスキル5になってますし、正直能力に関してはね、もうかなりトップクラスの、選手にはなります。特にフィジカルがね、大きく上がったっていうのが、一つ大きな、ポイントではありますね。で、クイックステップのプラスもね、つきましたし、チップシュートのプラスこれいらないかなっていう子がやっぱラピッドとか、またテクニカルとかだったら、よりやっぱロイスいいなって思えた人はいるんじゃないかなと思います。ただ決定力もね、
普通に高い選手にはなりますし、今週もね、白ではあるんですけれども、遠目から全然打っていっていいっていう風な選手になるんで、相手にね、あんまり見ないんですけど、ケミを合わすことができるんだったら、かなりいい選手にはなりますね。そして続いては、シャビ・シモンズですね。この人はね、もうテクニカルのプラス、コントロールスピード使っときゃいいっていう風な選手になりますね。パスを散らしながら、シャビ・シモンズ持った時はテクニカルっていう風な感じですね。特にこの人もですね、決定力の部分がしっかり上がりましたし、レース度もね、高くなってますね。で、スピードも上がってますんで、しっかりね、推進力ある運びっていうのができる選手になってますね。かなりドリブルもね、細かい選手にはなるんで、ドリブル好きな方はですね、非常にいいんじゃないかな。スキル5ではないですけれども、扱える、そんな細かさと速さを持っているという風な選手ですね。個人的にはベルシルのちょっと強いバージョンっていう風な感じで、この人もケミを合わすことができるんだったら、意外にも結構安い選手にはなるんでおすすめですね。そして続いてはミリンコビッチ・サビッチですね。この人がですね、目標で、無料で取れたっていうのは、すごく、TO テス期間のインフレ具合をね、感じさせてくれますね。もう取れないのかな、まだ取れんのかな、期間は。ちょっと覚えてないんですけれども、結構ね、強い選手になりますね。またプラスになったことで、比較的ケミをね、組みやすくなったという風なことは、嬉しいポイントになります。あとはちょっとスパサブ的な、部分でサイドバックとかにも置けるっていうのはいいんじゃないかなっていうのは思います。ペースはね、あんまりない、もうちょっと欲しいんですけど、そうサイドバックを任せれるぐらいの守備力っていうのは全然あるし、空中戦もね、強いんで、普通にね、いい選手になりますね。また決定力もね、高いですね。逆足も5で、レーサーもね、高くって、しっかりね、決めきる。あ、それ決めてくれるんやっていうシーンもね、あったぐらいなんで、選手で、でかさをね、求めてる方には結構いい選手になるかなと思いますね。そして続いてはブスケツですね。一幕で登場しましたブスケツ。ブスケツも値段結構安いですよね。安くなってきましたよね。今日か昨日かでいきなり17万ぐらいまで、下がってますし、非常に、この人もトップクラスの選手で、使いやすい値段帯にはなったのかなと思います。メッシだったりとか、ケミはね、やっぱ難しいと思います。メッシとか、あとアルバとかかな、がいないとなかなか難しいんですけれども、まずペースが速くなったブスケツという風なことで、非常にここは素晴らしいですね。88までいってるんで。で、パスはもう当たり前にめちゃうまですし、ドリブルはちょっと重たいですけれども、やっぱ守備能力しっかりしてて、フィジカルもね、強い選手にはなってますね。個人的な使用感としてはライスとかロドリに、ちょっと近い選手にはなるんですけど、もっと強くできたんちゃうかなっていうブスケツはやっぱ思いますよね。特にプレイスタイルプラスのね部分がね全部パスなんで、やっぱねこれが一つ守備のところインターセプトとか、予測とかついていたらなお良かったかな。ほんとパスを出すだけ、パスうまいだけみたいな感じに今後なるかもしれないんで、そこでプラスが何か違うのだったらよりね良かったかなと思いますね。そして続いてはトゥラムですね。一幕で登場をしました。一幕なんですけど、非常に値段がね、高くって赤金で当たればね、大当たりの選手にはなるかと思いますね。こういうのでかくて速いっていう風な選手になっていて、攻守万能ですね。で、結構フリットとかに近い選手にはなりますし、ドリブルの重さ以外は特に気になるところはないかなっていう風な感じですね。なので、全然トゥラム自分は持てるぐらいの重さだよって思うんだったら、結構長い期間ね、使える選手にはなるかと思います。決定力もね、高くて逆足も5なんで、ミリサビの上位互換的な選手に、なりますかね。ただ、やっぱ個人的にはプレイスタイルプラスの部分でパス面がね、2つついてると思うんですけど、これが、何か、ね、テクニカルだったりとか、あとは予測だったりとか、何か違ういいものに変わっていれば、なお良かった。もちろんインターセプトとか、だったら良かったかなっていうのは思いますけど、非常にね、強い選手にはなりますね。そして続いてはチェルキですね。チェルキもともと5-5っていうのがまず素晴らしいですね。スキルもね、逆足もともに最高という風なことは素晴らしいですし、もともと能力が低かっただけなんで、これでね、しっかり高くなったんで、十分使える選手に
なってますね。特に冷静さはもうちょっと欲しいところではあるんですけれども、十分、中盤の選手としては、またアタッカーとしてはですね、パスもね、うまいし、ドリブルも軽くって、ペースもね、速くって、ちょっとフィジカルもね、あったりするんで、全然いい選手にはなりますね。それこそね、近いのはフェキルかな。フェキルに結構近い選手になるんで、フェキルが強くなって、5-5になったみたいな、そういう感じになります。なので、もちろんね、軽くて、あとは細かくって、すごくいいんですけど、ネイマとか、あとはビニとか、なんかそういうね、滑らかさみたいな感じではないですね。若干もたつく場面もあるっていう風な、感じなんで、ただ十分使いやすい、選手で、この人もね、赤金で当たれば全然当たりの選手にはなりますね。そして続いては S ですね。S はですね、こちらも新選手いますね。TOTS の一幕、ゴレツカ、そして S のザイール・エメリ、ムシアラ、ビティーニャ、ビルツですね。これの選手が新しく追加をしてます。また前回からだとクロースですかね。RTTF のクロースが93になっているというふうなことですね。まずは一幕、ゴレツカですね。攻守万能、本当に最強な選手になりますね。それこそトゥラムだったりとか、あとはミリンコビッチ・サビッチ、ここら辺の選手の上下感になると思いますね。決定力も、高いですし、ドリブルもだいぶ改善をされた。ただ軽い選手はないっていう風な感じで、パスも上手いですし、守備能力もしっかりしていて、インターセプトのプラスもね、備えてますし、ペースも91まで上がっていると。で、逆足も5で、スキルも4と。ほんと素晴らしい選手にはなりましたし、一幕のクオリティではないですかね。ブンデスの時に当たった方はもうすごく大当たりにはなりますし、最後まで使えるカードかなと思いますね。そして続いてはザイール・エメリーですね。この人が非常に当たりやすかったという風な赤金、ちょっとこうバグ的なものがあったと思うんですけれども、当たった方はめちゃくちゃ使い倒してほしいなと思います。特にやっぱりこの人もデカさっていうのは全然あるんですけど、軽さもね、ありますよね。で、決定力もね、高いですし、ペースもね、速いし、で、守備もね、しっかりできる選手にはなります。で、フィジカルも全然弱くはないっていう風な感じで、で、テクニカルのプラスがね、ついてるっていうのはもちろん素晴らしい、運んでいく力がありながら、スキルもね、5になってるんで、なかなかいい選手になりますね。あとは守備のところでもインターセプトのプラスがね、ついているっていうのがめちゃくちゃいいですね。もちろん予測とか、あれば、より、いいんですけれども、非常に攻守にわたって、違いが作れる、そんな選手になってますね。そして続いてはムシアラですね。この人もめちゃくちゃいいですね。特にやっぱドリブルが全部99っていうのがもうえげついですね。めちゃくちゃ軽いし、スキルも5だし、テクニカルもあるし、で、さらにそれに加えて普通に速いっていう、ペースもあるっていう風な感じなんで、相手にいると非常に厄介ですね。で、取られたとしても、その後の守備能力っていうのもあるんで、なんか足を出してくれるっていうのも、これはね、えぐいですよ。ほんまに。で、かつ普通にシュートも決めれるっていう風な選手になるし、パスも上手いし、かなりね、アタッカーとして、また中盤の選手としてこれ以上ないっていうぐらいに、使いやすさと強さをね、兼ね備えているっていう風な選手になりますね。キャムとか CM じゃなくって、別にサイドとか、でも全然いいかなという風には思いますし、本当にね、個人的にはブンデスの時にね、ちょっと欲しかった選手にはなりますね。ラピッドとかついてないんだけど、普通に速いし、困ったらテクニカル、やっときゃいいっていう風な選手になりますんで、かなり最強のね、ムシアラになってます。そして続いてはビティーニャですね。ビティーニャ55になりまして、能力もすごく高くなってますね。本当に化けたカードかなと思います。この人もかなり軽さがありますし、守備能力もしっかりしてきたというふうなことですね。ムシアラ以上に守備ができるっていう風な選手ですけど、攻撃性能はムシアラの方が上っていう風な感じですかね。ただ本当にやっぱ5-5っていうのは素晴らしいですし、ペースもね、速くなって、すばしっこい選手で、かつ攻守にわたって動けるっていう風な感じなんで、めちゃくちゃいいですよね。個人的にはプレイシャルプラスのところが、もちろんパワーシュートのプラスはいいんですけど、これが、例えば今週のプラスだったりとか、だったら、よりちょっと驚異的な、存在にはなっていたかなと思いますね。相手見ることまだ1回もないかな。
っていうぐらいの選手になるんですけれども、非常に貴重で、強い、そんな選手になってますね。そして続いてはビルツですね。この人も55です。55になってます。めちゃくちゃいい選手になりました。ただ個人的に今シーズンの活躍を見ると、もっと強くしてもいいんじゃないかな。98ぐらいいってもね、良かったんじゃないかなと個人的には思ってますね。ペースも95とかあったら良かったかなと思います。ただ本当にパス、めちゃくちゃうまいですし、自分で運ぶことももちろんできます。で、その後のシュートっていうのもしっかり決めきれる力を持ってますね。フィジカルぐらいですかね。ちょっと気になる部分で言うと。ただテクニカルのプラスがね、あるんで、結構推進力持って運んでいけるときは全然あるっていう風な感じなんで、本当に今作最強のビルツが来たなという風な印象ですね。こちらが最新版のミッドフィルダー選手のティアリストになってます。もちろんね、ここに行けなかった選手多くいると思うので、気になる選手がいればですね、気軽にコメントいただければ嬉しいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。